今日の話は欲望です。欲求不満のあなた、聞いてくださいね。こんにちは。全世界1000万人以上が学んだ超越瞑想を教えている森正です。ご視聴ありがとうございます。今日は欲望の話です。欲望というと、手に入らないものに対して強い気持ちになっているイメージでしょうか。悪代官が悪巧みをしているような、そんな時に欲望まみれだなーって思ったりしますよね。ついつい悪巧みをしてしまう人も、悪巧みをされて困っている人も、そこまでではないけど欲求が強いなと思う人も、時間があるようでしたらぜひご覧いただければと思います。欲望を持っている状態でそれが達成されないっていうのは結構辛いですよね。なんかイライラしてるイメージもあります。一番似合う言葉としては、権力への欲望という感じでギラギラしています。成功への欲望とか富の欲望なんていう言葉もありますね。あるいは愛情への欲望とか、場合によっては健康の欲望なんていうものもあります。これとは反対に常に穏やかな人もいます。どちらがいいとか悪いの話ではないんですけど、どちらがいいんでしょうね。いや、自分はいつもギラギラして欲望を出して生きていく。それが自分らしいし、テンションも上がる。欲望万歳っていう人いますか？はい。いました。私です。そうですね。なんか欲しいもの、やりたいことを我慢しないでガンガン生きたいタイプだなって思っています。ただ昔のように手に入らなければダメだとか、何が何でもという熱い気持ちではなくて、行動はするけど行動自体を楽しんで、結果が出ない時でも焦らなくていいかなということが多いです。でも多分コンサートのチケットとか限定発売の何かを買う時には欲望の人になりそうです。それも楽しいですよね。手に入らなくても困ることもないので、どっちでも良さそうな気がしそうです。そういえば数年前にポケモン GO が流行った時に、バンギラスっていうポケモンをレードっていう戦いで取る時にはすっごくドキドキしていましたね。あの時は横浜のイベントに行ったり、石巻にラプラスを取りに行ったり、視察研修で行った沖縄ではサニー号を捕まえたり、懐かしいです。あれは欲望っていうのかな。一時はかなり熱中していました。他に欲望とかで思うのは、中古のフェラーリを買う時ですね。希望の色とか内装の出物があると、その気を逃すと一生手に入らない気がするので熱くなっていましたし、ヤフオクでホイールを落札する時もそうでしたね。昔ほどは熱くはならないかな。何かまた趣味のものを手に入れる時には欲望丸出しになるかもしれません。実はですね、悟りを開くとこの欲望から解放されるという話があります。悟りというのは悩みもなくて、毎日を楽しく気楽に過ごせる状態。何も問題がなく、何かがあったとしても気にならないというような状態で、人生のゴールとも言われています。人によっては悟りを開いた時が本当の人生のスタートと言ったりします。本当の自分、本来のあるべき姿になって、そこから人生を楽しむということです。さて、そういう強い欲求がもしなくなる時には、理智が安定していると表現されます。このバガバットギーターの第2章、詩節55を読んでみます。心に深く染み込んだすべての欲求を完全に捨て去るとき、真我のみによって真我の中に満足するとき、そのような人は安定した理智を持つ者と呼ばれる。いかがでしょうか。これらの本を読んだ人、あるいは私の動画を見てくださっている方であれば、なるほどねと思われたのではないでしょうか。
全ての喜び、全ての喜びですね。それは自分の中にすでにあるということです。それに気づけば、もう外に幸せや喜びを求めなくなるんです。だって自分の中にあるんですからね。これについてもう少し詳しく見ていきましょう。ちなみにこの本ではデザイアを欲求と訳しています。英語では強く望むとか欲望という感じで使うことがあるので、この動画では強調して欲望と言っています。あなたの心の中には欲望はありますか？欲求というと、例えば喉が渇いたので水を飲みたいという感じで、誰にでもある生命に必要なもので、欲望というとなくても良さそうなイメージもあります。それを含めて心の中にはいつも考えがありますね。あれが欲しい、あれが必要だというようなことです。ちょっと図にしてみます。はい、書きました。見えますか？これが自分。あなたと考えてもいいと思います。自分の中に心があります。心の中、頭の中でいろいろなことを考えて、その中には欲求がありますね。この心が自分自身ですから、欲求は自分の中にあるもので、切り離すことは不可能です。これがいわゆる一般の人、普通の人の状態です。では、悟りを開いた状態ではどうなるのでしょうか？とても興味深いのですが、ちょっともう一度図を書き直しますね。書き直しました。こちらですね。先ほどは心、欲求、考え、これが自分の中にあったんですけれども、ここに一つ真我っていうものが加わりました。これは何かって言いますとですね、自分の中には真我っていうものがあるんです。で、この真我っていうのは心の奥底、表面の意識、顕在意識と呼ぶんですけども、それから潜在意識があって、それを超えたところ、そこにあると言われているのが本当の自分、真我なんです。で、この真我っていうのは心ですね。欲求とか考え、こことは違うところにあると言われています。この真我っていうのは、例えばこの図を見て、ああそういうことか、真我っていうのは切り離されてるんだなっていうものではなくて、実際に自分が真我というものを経験した時に、実際はこういう欲求とか考えっていうのは本当の自分とは切り離されているんだなっていうことに気がつくんです。先ほどはこの欲求とか考えですね、これが自分自身と一体になってしまって、自分の考えが自分自身というふうに思うんですけれども、この真我を体験した時から、ここがちょっと自分と違うというふうに認識できるんですね。それなので、このバガバットギーターの本の中には、真我に気がついた時には欲求とか考えっていうのは放り上げられるというふうな表現もされています。全体の状態から真我っていうのを心の内側、奥深くに見出した時には、全部が外側に見えるということなんですね。これが悟りの状態です。心の内側では最も精妙な理知が揺るぎない不動の地位を獲得していると表現されます。ではどうやったらこの状態になるのでしょうか。心が自分自身の状態で、この心から真我と分離されるということはわかるでしょうか。何か欲求があるときに、この欲求っていうのは自分の心の中の欲求で、本当の自分はここではないというふうにこの図のように考えたとしても、それはこの中で考えているだけなので、この外に出ることはありません。ではここから出る方法っていうのはあるのでしょうか。はい、あります。ここから簡単に
無理なく出てこれます。そういえば迷路から出る時っていうのは、右手を壁に触ったままずっと進んでいれば出られるというテクニックがありますね。途中からではなくて入り口から始めるとか、隠し扉などで対策されていないっていう必要がありますが、必勝法です。やり方を知っていると知らないとでは成果が大きく違います。心の外に出る必勝法といえば、はい、そうです。超越瞑想です。超越っていうのは超えていくという意味です。心の範囲、ここを超えていきます。これはありがたいことに、インドのヒマラヤで5000年以上前からずっと伝えられてきた方法です。心を超える難しさをいとも簡単に無理なく誰でもできる方法がずっと伝わってきています。これを利用しない手はないですよね。そう思いませんか？そう思いますよね。超越瞑想を行うことで心を超えて真我にアクセスします。そして瞑想が終わるといつもの自分に戻ります。そしてこれを毎日続けていくことで、心が自分の真我の外側にあるという経験によって真我が確立します。これが超越瞑想です。他の瞑想法との違いがお分かりいただけますでしょうか？はい、今日の動画は以上です。もし超越瞑想に興味を持たれた方は、お近くの瞑想センターで無料な説明会が随時行われていますので、ぜひご参加いただければと思います。無料です。またすでに超越瞑想を学ばれている方は、瞑想のチェッキングを受けるのもいいと思います。チャンネル登録やいいねもよろしくお願いいたします。皆様のお役に立てるように、また皆さんが楽しく過ごせることを応援していきたいと思っています。本日もご視聴いただき感謝いたします。ありがとうございました。ジェイグルです。